どうも、キツネ丸改めさんがちです。この持ってるの 67W 充電器は、実は Amazon で価格は4980円なんですけれども、動画作成時点で楽天市場の公式ショップではモニターセールということで2980円で買えちゃいました。USB-C を3ポート搭載していて、単ポートの出力は 67W。ガン採用でめちゃくちゃコンパクトなのもいいですし、丸みを帯びた本体やニュアンスカラーなのも可愛くていいですよね。ただ果たしてこの充電器の実力はどんなものか。今日は限界まで負荷をかけた2つの過酷な実験をして見えてきた性能と高い PPS 性能の考察でこの充電器を隅々まで検証していきます。それではレビュースタートです。それでは開封した中身を見ていきましょう。パッケージの中身は充電器本体と説明書のみ。とてもシンプルですね。パッケージ自身も紙だけで作られていますので、処分も簡単です。それでは本体の方を見ていきましょう。今回購入したカラーはスモーキーブラックという黒系の本体になります。これの他にアーモンドミルクというこちらも可愛い白系のモデルもあるんですけれども、やはりガジェット好きとして黒系のスモーキーブラックを私は選びました。表面はサンドブラストをかけているのか、指紋がつかないようになっていて、個人的に好みな表面の加工をされています。プラグはもちろん折りたたみ式になっています。ただし、ここに絶縁カバーはついていませんので、トラッキングによるショートで火災が起きるようなことが起きないよう運用にはご注意ください。そして前面の方にはポートが3つ並んでいます。タイプ C ポートが3つ並んでいて、前面には USB-C ポートが3つもついています。単ポートで出力する分には 67W の出力が最大できますので、非常にパワフルなノートパソコンでも充電できるような出力が可能になっています。また、PPS にも対応しているため、非常にパワフルな充電が可能になっています。それでは実際にこれを使った実験を行っていきましょう。それではまず1つ目の実験としまして、持っているの充電器が iPhone に対して充電がどれだけの速度で行われていくかっていうのを5分ごとチェックしていくという実験をします。iPhone と単純に持っているの充電器を接続して、で、5分間ごとこの充電速度を測るということになります。iPhone の充電残量はまず 5% まで減らしてから実験を行っております。それでは行った実験の結果を表示しますので、しばらくお待ちください。はい、それではこちらが結果になります。持ってるの充電器での、充電速度ですが、最初こそ5分で 20%、15% の回復をしたんですが、それ以降は9%、10%、そのあたりの回復量に収まっています。最大30分で 66% まで回復しました。この回復量ですけれども、実際の他の充電器と比べると控えめに出てきた値ですね。参考にグラフの方で一緒に表示しているノバポートトリオ 267W の充電器、これはちょっと開始時が 16% と高いんですけれども、それと比べてもなんか速度が遅いなっていうのがなんとなくこうグラフに見るとわかるかなと思います。こう見ると iPhone 向けの充電器として考えるとちょっと物足りなさは感じてしまいますね。そんなに大きく差は出るわけではないのですが、あえて選ぶかというとちょっと難しいところがありますね。はい。それでは次の実験に移りたいと思います。次はですね、この持ってるの耐久試験のようなものをやってみたいと思います。持ってるの充電器を、負荷装置とテスターを使って 67W 出力を要求し続けます。これを、5分ごとに1時間までやってみて、要求に対してどれだけの出力ができるかっていうのを、テストしてグラフに表します。それではそのテスト結果を表示しますので、少々お待ちください。というわけで、こちらが結果のグラフになります。最初の15分までは温度が上昇し続けて
いても 65.5W の出力が維持できました。実際 67W の充電器で 67W の出力を得られることはいろいろな抵抗とか損失とかあるので通常はありえないので、これで正常な値だと言えます。で、その後おそらく70度を超えたあたり、その時点で出力が急に 49.1W まで下がりました。そこからずっと 49.1W を維持しているんですが、温度もだいたい75、6度ぐらいまでは行くようになってますね。出力が15分で下がってしまうっていうのは、ちょっと他の充電器と比べると早いなっていう感じはするんですけれども、その後の 49.1 っていうのが結構これが注目の値でして、だいたい他の充電器っていうのは1段階、充電を下げるんですね。例えば、45W だったら 30W、67W だったら45W っていうぐらいに1段階下げるんですけれども、持ってるのこの充電器はなんと 49.1W、要するに 50W ぐらいまでは維持して出力し続けるっていうことになります。だから出力のダウン自体は早いっていうは言えるんですけれども、その後の充電の速度はあまり下がらないように頑張ってくれているというふうに言えますね。なかなか充電器向きの動作をしているなというふうには見えます。もちろんこれで高出力が必要な PC の電源として使えるかというとそういうわけではないんですけれども、充電器として考えた場合にはなかなかの高速な充電ができるのではないかなというふうに感じられますね。次は実験というよりはこの充電器の考察をしてみたいと思います。なぜかと言いますと、この充電器は 67W の充電器なんですけれども、実はテスターで、調べてみると、このように ED3.0PPS70W までの充電ができる充電器として判定されているんですね。なぜここで 70W の判定がされているのかと言いますと、パワーデリバリーのところで PPS のモードが2つありまして、高出力の 21V まで出力可能なPPS に関しては 3.35A の 21V まで可能なので、これを計算するとなんと 70W となるわけですね。なのでもちろん対応した PPS 機器が必要です。対応している PPS 機器っていうとだいたい Galaxy、Pixel、あとナッシングフォンなんかは、対応している機器として代表格ですね。それらの機器を使うことによって高速充電をすることができます。ただスマホですおそらくまだ 70W まで対応しているものはないはずですので、モードとしてはあるっていうレベルの話のものではあるんですけれども、Galaxy のタブレットなんかも PPS に対応してますので、いわゆる Android 派の方には結構恩恵があるのではないかなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回の限界実験結果を踏まえた正直な感想をまとめます。まずメリットは3ポート搭載で3ポートあたり 67W、3ポート使用時の熱垂れした時も 50W と比較的高めの出力で維持してくれるのが素晴らしいですね。PPS 対応で Android ユーザーに恩恵が大きいのもポイントです。デメリットを挙げるとすれば、本体がコンパクトすぎる上に最大出力の維持時間が約15分とやや短めな点と、iPhone ユーザーには効率の良い充電器とは言えない点ですね。正直な感想としては、セールなどで今回私が購入したように2980円で買えるなら迷わず買いのアイテムです。会う人はノート PC とスマホを持ち歩くビジネスマン、出張や旅行が多い人、Galaxy などの PPS 対応スマホを使っている人、逆に合わない人は 65W 以上の出力を長時間必要とするような動画クリエイターやゲーミング PC ユーザーですね。65W 出力は15分しか持たないというのが、実際使用時の罠になってしまうでしょうね。今回は持ってるの USB-C3 ポートの 67W 充電器を限界まで検証してみました。セール価格であれば Galaxy などの Android ユーザーなら間違いなくコスパ最強クラスなので、気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。
このチャンネルではこれからもガジェットのリアルな実力を見抜く検証レビューをお届けいたします。今回の動画が少しでも参考になったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。狐丸改めサンガチェでした。